ご理解第48節。我が子の病気でもかわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときにままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気というても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて、同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。昨日からしきりに思わせていただくのですけれども、人が助かるということにおいて神様が人を助けてくださるということにおいて、どうして教祖様のご出現が必要だったのだろうかと。またそれは師匠大坪宗一郎氏のご出現が必要だったことわけともつながるわけですけれども、ただ人の願いを叶える、それこそ難儀な氏子が難儀をしていますから、こういうおかげを授けてくださいと願う。その願いを聞き入れて、その願いを叶える。それだけならば、別に教祖様が出現されなくとも、師匠が出現されなくともいいのではないかと思うのですね。例えば困った人が神社に行って、その何ですか、よくガラガラと、あれはどういう意味でしたかね。その鈴を鳴らして、そしてまたお願い事をいたします。それでいいではないかと。そして神様はどこにおっても聞いてくださっているわけですから、氏子がその神様に心を向けてお願いをする。それは別に取り次ぎ者の取り次ぎを通さなくとも神様はもうすでに聞いてくださるわけですから、それで神社に頼みに来るでも、あるいは教祖様はどこかの壁に向かってでも拝んでよいとおっしゃっておられますように、どこででも神様に心を向けて、神様はどうぞ助けてください、こういうおかげを授けてくださいと願えば、そこに神様がおかげを授けてくださる、助けてくださる。それでいいではないかと。なぜそこに教祖様のお取り次ぎがいるのか、師匠のお取り次ぎがいるのか。神様はもう氏子の心を見通し、氏子の願いを分かっておられるはずだから、別に教祖様を通さずとも師匠を通さずとも人々の願いに応えてあげることはできられるはずだと。にもかかわらず、どうして教祖様が必要だったのか、師匠が必要だったのかと、そのことが私の中にしきりと疑問が湧いてきたのですね。それで今朝新中記念の時に思わせられますこと、これは教えてくださったのだと思いますけれども、なるほど、氏子の願いを聞き届け、その願いを叶える
というだけならば、取り次ぎ者はいらない。師匠は、教祖様はいらないというのですね。しかし、そういう助かり方ではない。いわば、教祖様が、今までは片瓶で願い捨てであろうが、とおっしゃっておられます。これからはそれこそ、教祖様を通して、神様のお心を伝える。伝えなさったわけですね。氏子の願い事を聞き届けるだけならば、取り次ぎ者は必要ないように思いますね。神様のお心を氏子に伝える。これはやはり取り次ぎ者でないとできないのかもしれませんね。それは取り次ぎ者が神様の心をよくよく理解しているからということかもしれませんね。そして師匠が私どもに伝えてくださったこと、それはやはり師匠が私どもに伝えてくださったこと。私どもが神様に願ったことではなく、師匠が神様の願いを私どもに伝えてくださったこと。やはり取り次ぎ者というものは、神様の願いを氏子に伝える。神様が自分だけではその願いを、神様の願いを氏子に伝えることがうまくできられないのかもしれませんね。またなかなか氏子が聞いてくれないということかもしれません。そこでやはり師匠が出現の必要性があった。そして師匠が伝えてくださったもの。それはまず第一に、私どもの身の上に起きてくる成り行きを通して、私どもの心を育てていくということだと思いますね。また、ここに尽きるというのか、ここが原点であるように思います。師匠がなぜ、教祖様がなぜ必要だったのか。神様にとって。それは神様の人間が真に助かることのために、いわば教えを伝える。そのために必要だったのだというのですね。ただ氏子の願いを聞き届ける、そして叶えるだけならば、取り次ぎ者はいらない。神の願いを伝えてほしいから、神の心を伝えてほしいから、取り次ぎ者がいるのだと。そして師匠に託されたことは、成り行きを尊び大切にする。そしてそのことによって心を育てていく。その心が育つことによる真の助かりを得てほしいと。ただ単に願い事が叶ってああよかったという助かりではなく、心が助かる。その心が育つことによる助かり。しかもそれは私どもの身の上に起きてくる様々なその成り行きを通して心を磨く、心を清める、心を育てる。そのことによる助かりをいただいてほしい。そういう助かり方があるのだということを伝えてほしい。それを伝えるために、教祖様のご出現が必要であり、師匠大坪宗一郎氏が必要だったのだというようなことを今朝は教えていただいたように思います。どうでも師匠が教えられた。
成り行きを尊び大切にすることによって私どもの心を育てていく。そこに真の助かりへの道があるのだと。このことをしっかり体現させていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。